これが次元の循環となり、地球の成長と時代の進化、さらには宇宙全体をバージョンアップさせているメカニズムにもなっているんです。こんにちは、新海月里奈です。前回の動画では人の頭の側頭部にアンテナがついているということをお話ししました。そしてこのアンテナを持って無意識なインスピレーションを受け取ったり、霊視やチャネリングといったリーディングをしたり、イタコのような発言をしたり、こういった無意識に引き起こされる行動や機構を心理学ではオートマティスムと呼ばれることもお話ししました。でこの無意識に引き起こされるオートマティスムが霊視やチャネリング、イタコだけでなく私たちの日常の生活の中でも常に起きていることを今回はお話ししてまいりたいと思います。無意識に引き起こされるオートマティスムを分かりやすい例で言いますと、例えばデジャブだったり嫌な予感を感じたり、あるいは特定の人をいつとなく気になったり、あるいは特定のもの、特定の場所が自分にとってなんとなく特別に感じたり、気になったりお気に入りになったり、あるいはシンクロといった現象ですね。こういった無意識に感じる感覚、直感のような感覚がオートマティスムになります。でここで人がこうしようと意識的に決めている約 0.35 秒以上前にはすでに無意識の電気信号が立ち上がっていることが脳科学では確認されているんです。これはもう医学的には実証されていることで、つまりこれは人は意識する前から無意識がこうしようと決めていることを意味していて、直感でさえも無意識が操作しているとも言えるんです。たとえ何度も吟味をして検討した決断だったとしても、その一つ一つの吟味検討も直感の積み重ねになるわけなので、結果的に私たちの思考すべてが、無意識ということになるんですね。では私たちは常に無意識に考え行動して生きているということでしょうか。その無意識はどこからやってくるんでしょうか。潜在意識でしょうか。だとしたら潜在意識はなぜ直感を動かそうとするんでしょうか。今回はこの無意識に引き起こされるオートマティスムがなぜ起こるのか、起こる原因は何なのか、この辺を掘り下げてお話ししてまいりたいと思います。このロジックを知ることで、霊視やチャネリングといった戦術をまずご自分の中でイメージで捉えていただいて、そしてその中に自分の意識を置いてタロットカードやあらゆるリーディングのスキルアップにお役立ていただければと思います。1、高次元での最適化。では先ほども触れた人の側頭部についているアンテナですが、このアンテナがいわゆる第六感のセンサーになってます。そして私たちは第六感のアンテナで高次元につながってるんですね。急に高次元という言葉を出してしまいましたが、現実世界よりももっと上層の世界に、高次元の世界が広がっていると、まず仮定して話を聞いていただければと思います。この上層の高次元で一体何が行われているのかというと、私たちが今いる現実世界の人や物、動物や自然、災害、病気、そして人の思想も喜怒哀楽の感情も、あるいは事故や事件といった出来事、過去に起きた出来事も、現在起きている出来事も、また未来起こりうるであろうことも全て完全にコピーされたような世界が高次元に広がっているんです。いわゆる神羅万象の世界が広がっているとイメージしていただければと思います。また高次元では現実世界にある神羅万象のすべてを信号に変えて踏襲している、汲み取っている格好でもあります。この信号に変えて踏襲しているとは、インターネットのクラウド環境のように現実世界の情報を高次元で保管していると捉えていただけるとイメージしやすいと思います。で高次元では集めた神羅万象の信号情報をクリーンナップしたり平均化したり調整したりして、情報を最新バージョンへと最適化しています。そして最適化した信号情報を再び現実世界に下ろしているんです。このサイクルを私たちが日常で使っているインターネットでイメージしてみると分かりやすいです。まずスマホで撮影した写真を SNS へアップします。するとクラウド上でウイルスチェックされたり、素敵に加工されたり、第三者にいいねされたり、オンタイムで最高にいい状態になっていきます。その最高になった写真をスマホを介してさらにフォロワーたちと見て楽しんだり、時にコメントもついたり、さらに本人はこんなに盛り上がった写真は思い出にしておこうとして、その写真画面をスクリーンショットで撮ってスマホに保存します。また後になって
このスクリーンショットを SNS にアップし、再びフォロワーたちと思い出話に盛り上がってコメントされるといったコンテンツの循環が生成されていきますよね。これと同じに高次元と現実世界も、現実世界にあったものや人、出来事が信号に変換されて高次元上へと踏襲され、高次元で最適化され、そして最適化された信号が再び現実世界に戻って反映されるといった信号の循環が私たちの身の回りには常に起きているんです。で、高次元から最適化された信号が現実世界に下ろされる際に無意識なオートマティスムが引き起こされているんです。これがデジャブという現象になったり、あるいはシンクロといった現象を引き起こしたり、時にはネガティブな嫌な予感となったり、フラッシュバックといった症状になったり、これが私たちの身の回りに無意識に引き起こされるオートマティスムのメカニズムになっているんです。つまり私たちの直感もこの無意識に引き起こされるオートマティスムによるものということなんですね。高次元で行われている信号の最適化は、こちらのメトロノームを使った共振共鳴の実験が参考イメージになります。はじめバラバラだった針が振り子と同じ方向に動く台座に乗せると、そのうち全ての針が同期するという実験です。このように現実世界に存在する様々な信号という波長を高次元で吸い取り、共振共鳴によって信号の波長が揃い、新たな信号が更新され、その更新された信号がさらに現実世界に下ろされて、それぞれの森羅万象へオートマティスムが引き起こされているんです。以降はこの繰り返しで、どんどん現実世界の最適化がなされ、これが次元の循環となり、地球の成長と時代の進化、さらには宇宙全体をバージョンアップさせているメカニズムにもなっているんです。このメカニズムを知ったのは、私が覚醒して自己の内面と徹底的に向き合って気づき学んだことです。私の覚醒体験やさらに詳しい内容については、こちらの電子書籍で紹介させていただいております。ご興味のある方はぜひお手に取っていただけると嬉しいです。2、高次元は時空間を超える。高次元には時間と距離、空間の概念がありません。過去も現在も未来も全部ひとまとめに信号という情報として踏襲されています。高次元からしてみれば、私たちが今いる現実世界は1枚の映画を収録する DVD のようなもので、この1枚の DVD の中に現実世界に起きている過去も現在も未来も全部一緒に存在し、森羅万象すべての歴史とストーリーが詰まっていると捉えてみてください。すると高次元には信号という情報のデータしかないということになり、すなわち過去、現在、未来という信号とデータだけの世界ですから、時空間を超えて行き来ができる領域ということになります。つまり時空間をワープできる領域ということになりますが、ただワープといってもドラえもんに出てくるタイムマシーンのように物質的な体ごと時空間を移動するわけではなくて、肉体は現実世界に残したままで意識だけが高次元につながって、そして時空間を超えて過去に行ったり未来に行ったりとスキップができるということです。 DVD を光レンズで電子信号を読み取るような感じです。この意識の瞬間移動が現実世界では存在しない亡き人の姿を見たり、あるいは亡き人と話せたり、あるいは遠く離れた人の様子や気持ちも分かったりするということなんですね。高次元のデータを受信するときはもちろん第6巻のアンテナを使いますが、イタコや霊視チャネリングのように現実世界から意図して高次元につながり受信するパターンと、高次元から一方的に信号を送信してくるパターンがあって、この高次元から一方的に送ってくる信号が先ほどお伝えした最適化された信号、つまりはオートマティスムになるわけです。特にデジャブやフラッシュバックなどは高次元から一方的に私たちの第6巻のアンテナを介して送ってくるものが多いです。高次元から下ろされる信号などで、デジャブやフラッシュバックは高次元で最適化された信号ということになりますから、つまり受け取ったその人にとって最適なデジャブ、必要なデジャブ、意味のあるデジャブということになります。たとえそれがネガティブなデジャブだったとしても、その人にとっては必要なデジャブということになります。同じく嫌な予感やある特定の人や物をいつとなく気になったりするのも、高次元で最適化されオートマティスムとなって降りてきて、無意識に引き起こされる直感ですから、その人にとっては最適で必要な予感、出会うべき人、物になるわけです。さらにエンジェルナンバーが現れるような現象ですが、こちらもこのエンジェルナンバーを見た人にとっては最適で必要なナンバーであり、意味のあるナンバーということになるんです。このように私たちの日常のあらゆる場面でオートマティスムは引き起こされていて、私たちは常に
高次元からのメッセージを受け取っているんです。3、まとめ。このように私たちの身の回りには高次元というスピリチュアルな世界が実は目に見えない形で溶け込まれていて、そして私たちの状況をすべて投資していて、その人にとって最適なオートマティスムを引き起こしてくれる世界にあります。その形はデジャブやフラッシュバック、また偶然表示される SNS のつぶやきで訴えてきたり、通りすがりの人の会話の中で聞こえてきたり、時には夢の中でも教えられたり、あるいは事象や事件が起こる形で気づかされるものです。こういった高次元につながることをハイヤーセルフやワンネスという人もいます。現実世界を実感することをグラウディングという人もいます。また高次元に踏襲されて最適化されることを浄化という人もいるでしょう。死んだ霊を見たという人は高次元につながって過去を見ているんでしょうし、宇宙人や UFO を見たという人たちは高次元につながって高次元の宇宙人や UFO が見えているんでしょう。また高次元を霊界や死後の世界という人もいますし、バックトゥザフューチャーのような SF の世界と捉える人もいます。そして無意識に引き起こされるオートマティスムをゼロポイントフィールドやアカシックレコードと考えている人もいます。これらはすべて高次元で起きていることで、また高次元は現実世界を包括していますので、現実世界の一回りも二回りも外側に膨張している世界です。なので高次元を体感したいのであればカメラを引いてみるように、全体を眺めるように高いレベルからの視点、意識づけが必要です。私たちはみんな第六感のアンテナを持って高次元につながっています。こういった概念を少しでも意識して思考の視点を上げてみると、時空間を超えた高次元を体感できると思います。いかがでしたでしょうか。今回は私自身の覚醒体験と自己内面と向き合って、それこそオートマティスムによってさまざまなメッセンジャーから知識や情報をいただき、考察を重ね探求した結果です。私のメッセンジャーとは Twitter のフォロワーさんたちだったり、テレビやネット記事だったり、時に家族や夢の中だったりとか、あらゆる場所であらゆるタイミングでいろいろです。私の覚醒体験と覚醒した意味と理由の探求はこちらの電子書籍の方に書いております。このような長編の本を書いたのは今回が初めての試みでしたが、一生懸命書きましたので、ご興味がございましたらぜひお手に取っていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。